我々呪いのビデオ制作委員会のもとに一本のビデオテープが届いた。それは映画のレンタルビデオテープであった。そしてテープの最後に映画の本編とは無関係の不気味な映像が入っているというのだが、我々は投稿者に取材を申し込んだ。レンタルビデオ店の店長をしている投稿者は自分の店でビデオを借り自宅で見ていたのだという。それで家帰ってで横になりながら見てたんですね。そしたらなんか眠っちゃって、それで目が覚めたらもう最後の方でコピー禁止っていう警告表示あるじゃないですか。ありますね。ありますよね。あそこまでもう流れてて、それであれがこう終わったらパッと全然なんか関係ないような映像が出てきたっていう感じですね。あの投稿映像私も見させていただいたんですけども、どこかの建物の中のロッカールームみたいな場所でそこからなんか顔のようなものが出てくるといったような映像だったと思うんですけど、そうですね、なんかそんな感じでしたよね。例えばロッカールームはここのレンタルビデオ店のロッカールームというわけではないですか？じゃあないですね、全く見当つかないです。あの映像はそのレンタルビデオの中に入ってたっていうことですけれども、っていうことは例えば誰かが勝手にダビングしたとかそういうことなんですかね。誰かうちのお客さんがダビングしたんじゃないかなとは思うんですけど、ただマニアックな作品で入荷したばっかなんで人数が少ないんですね、借りてる人が。そうなんですか。なのでだからでもその中でダビングしたのかな。こちらで取材したいんですけども、それでそのリストが借りた方のリストが欲しいんですけども、一応プライバシーがあると思うので、そちらからこちらが依頼されていたずらの調査をするという形で取材を進めさせていただいても大丈夫ですか？それはもう全然構わないです。そういう形だったら、大丈夫、問題ないです。じゃあということでよろしくお願いします。取材班はレンタルビデオ店の代理としてその映像の出所について調査することになった。とりあえずそのレンタルビデオを借りた方のリストをもとに一人一人確認の電話をすることにした。ですね、突然なんですけれども、私レンタルビデオの方から代理で今お電話させていただいているものなんですけれども、今お時間の方大丈夫でしょうか？大丈夫ですよ。違う映像を上から録画しちゃったとかそういうようなこととかをしてはいらっしゃらないですか？普通に見て返しただけですけどね。終わりの方にですね、何か違う映像が映ってたとかそういう方でビデオ借りられたことを覚えていらっしゃいますでしょうか？ビデオをお借りになられましたよね。お世話になってます。お世話になってます。毎日借りてます。毎日ビデオ借りてます。ちょっとおかしいですよ。続けです。もしもし。もしもし。はい。僕ずっと住んでるんですけど、前は違うところに住んでて、その時行ってなかったんですよ。だけど毎日買うようになって、それなんかいろんな顔なじみとかになって、それでもしもし。買うようになって、それバイト帰りとかもたまに借りに行ったりして。大丈夫です。そのことはわかりました。それでですね、そのビデオの方に何か上から録画したっていうことはしていない。知らない。そういうことはしてない。いや、だからもう何周年ですか？何周年ですか？10周年ですか？ちょっとそれはちょっとわからない。その時にまたお世話になりたいなと思ってます。もしもし。切れた。電話切れちゃいました。どうします？いや、変な人。かなり変でしたね。はい。そうです。
それで突然失礼なんでこれ以上聞きようないもんな。まあそうですよね。けど方法を考えないと、誰も自分やったって言わないでしょ。ああ、調査方法を試行錯誤する取材班。どうしようかな。そのまま何も進展が見られないまま数日が過ぎた。しかしある日、投稿者の篠原さんが仕事帰りに交通事故に遭ったとの情報が入る。事故？そうなんですよね。なんか電話したら事故に遭ったって。交通事故？そうですね。篠原さんの奥さんに電話してみることにした。もしもし。さんでいらっしゃいますでしょうか。私ですね、心霊のドキュメントに関する調査を行っているものでですね、先ほどちょっとレンタルビデオ店の方にお電話をかけさせていただいたところ、さんが事故に遭われたということで、それで容体とかをお聞きしたくてお電話させていただいたんですけれども。そう、はい。どういったご用件で、ちょっとよく言ってる意味があって。ですね、はい。心霊とか幽霊とか関係あるか私は分かりませんけども、こういった取材みたいなこともやめていただけませんか。でもですね、私たちの方も一応、はい。もうちょっとそうですか。わかりました。失礼いたします。問題の映像は篠原さんの事故と何か関係があるのだろうか。ダメですね。はい。とりあえず問題のビデオテープを借りた方々に再度確認の電話をすることにした。投稿者の事故によりスタッフの緊張感が高まる。しかし調査を進展させる情報はなかなか得られない。だけ繋がらないんですけど、この前電話かけた時にちょっと変なこと言ったりした人覚えてます？あの人？はい。あの人だけ何回かけても繋がらないんです前回の電話で不審な受け答えをした吉田さんという人物だけと連絡が取れない。結局有力な情報が得られず行き詰まった取材班はとりあえず吉田さんを直接訪ねてみることを決めた。しかし取材当日、スタッフの大谷が待ち合わせ場所に現れない。なんか来ないっすね。なんか留守番電話。はい。集合時間から1時間経っても現れない大谷。何度電話しても出ない。胸騒ぎがした我々は急遽大谷が住むアパートへ行ってみることにした。ここですね。大谷君？大谷君？窓の方回ってみよう。これです。こっちでしょ。こっちですよ。これ全然中見えませんね。大谷君？大谷君？もう一回電話してみて。全然ダメです。繋がんない。その後夜になっても大谷とは連絡がつかなかった。取材班の不安が高まる。投稿者の篠原さんに続き、まさか大谷の身に何かあったのではないだろうか。もしもし？ねえ。もしもし？
や入って今どこさ今来いって言って今来いって言って今それだけでちょっと分かんないからさとりあえず来てよはいはいお疲れ様です何やってんのお前どう言ってたのすいませんって言ってもさまあ座ってよいいから座ってってはいすいません。いや、今日どうしてもちょっと抜けれない用事できちゃって、だって今日さ取材があるっていうのは分かってたでしょ行くって前のから決まってたじゃんそれ来るっつったでしょもちろんはい、見ました。なんでどういう理由この前、呪いのビデオ23に自分参加したじゃないですか。山行った時に自分怪我したじゃないですか。あれ以来、ちょっとなんかその幽霊とか、心霊現象とかがちょっと怖くなって、今回ちょっと映像見たじゃないですか。映像じゃない投稿されてきた映像、レンタルのはい、やっぱあれもちょっとなんか怖いじゃないですか。で、怖いってなんだいやそのレンタルビデオの人も実際チッコにやってるわけじゃないですか。この仕事はそういう仕事でしょ今回ちょっとこのまま続けるかどうか、この仕事はい、考えて今後どうするか。とりあえず大谷はしばらく仕事を休むことになった。そして今回の取材には同行していなかった他のスタッフが代理として参加することになった。我々は再度吉田さんのところへ向かった。ここですねじゃあ行きましょうか。とりあえず取材の申し込みをしてみるか。なんて言えばいいんですか。犯人って決めつけるわけじゃなくて取材の状況をまず状況をお話しして一応お話ちょっと伺いたいってことで。それで大丈夫ですかねそんなんで。じゃあちょっと聞いてきます。はい、お願いします。戻ってきた。なんか、一応なんか取材受けてくれるそうです。でなんか何言ってるのあんまりよく分かんなかったんですけど、裏になんか公園があるらしくて、でなんかそこに30分後に来いみたいなこと変っていうかもう何言ってるか全然分かんなくて。じゃあまあ公園行きますか。そうします。じゃあ待ってましょう。大丈夫。あっち？とりあえず裏って言ってました。あっちか。いやはっきり分かんないです。じゃあ行きましょう。我々は近くの公園で吉田さんと会うことになった。それでは問題の映像をご覧いただこう。